仮想の一幕。その頃ロンドンでは、ある男の名がもっぱらの噂になっていた。すでに名前だけは知れ渡っているが、それ以上のものではない。そんな男だ。ルーベン・ローゼンタールは南アフリカのダイヤモンド港で巨万の富を築き、それを自分なりのやり方で楽しもうと故国へ帰ってきていた。その散財ぶりは、ハンペニー夕刊誌の読者なら誰も忘れまい。新聞は、かつての石品と今の豪奢にまつわる逸話を飽きもせず書き立て、合間にはこの大富豪がセント・ジョンズ・ウッドに構えた途方もない邸宅の興味深い詳細を取り混ぜていた。彼はそこに大勢のカフイール人を従えていた。文字通りの奴隷だ。そしてシャツの胸と指に巨大なダイヤモンドをきらめかせ、忌まわしい評判のプロ剣闘家を護衛に連れて、しばしば派手に繰り出した。もっともこの剣闘家とて、ローゼンタール一座の中では決して最悪の取り合わせというわけではなかった。世間ではそう取り沙汰されていた。だが少なくとも一度、警察が介入し、それに続く法廷沙汰が県の新聞に大見出しと正当な得意顔とで報じられたことで、その事実は十分に立証されたのである。旧ボヘミアンクラブが斜陽に陥り、クラブの理念をかくも豊かに体現する人物に敬意を表して盛大な晩餐会を催す価値ありと判断したその時まで、ルーベン・ローゼンタールについて知られていたのは、これが全てだった。僕自身は宴席にいなかったが、ある会員がラフルズを連れて行き、彼がその晩のうちに何もかも話してくれたのだ。生まれてこの方、あれほど途方もない見せ物に出くわしたことはないね。と彼は言った。その男と来たら、いや何か珍妙なものを覚悟していたんだが、あの男には文字通り度肝を抜かれたよ。まず、見た目からして驚くばかりの怪物だ。優に6フィート超え、胸は樽のよう、大きな鍵鼻に、見たこともないほど真っ赤な髪と、大ひげときた。消防ポンプみたいに飲んだが、酔ったのはちょうどいい塩梅で、おかげで10ポンド出しても惜しくないほどの演説を聞かせてくれた。君があの場にいなかったのが、ただただ残念だよ。バニー、いいかい君。僕の方も残念に思い始めた。ラフルズという男は興奮とはおよそ無縁で、これほど高ぶった彼を見るのは初めてだったからだ。彼までローゼンタールの真似をして飲んできたのだろうか。真夜中に僕の部屋へやってきて、ただ晩餐会の話をするためだけだとは、それ自体いささかの疑いを抱かせるに足る振る舞いだった。無論その疑いは僕の知る A.J. ラフルズとはまるでそぐわなかったが。で、何と言ったんだい？僕は機械的にそう尋ねた。この訪問にはもっと込み入った理由があると見当をつけ、それが何なのか想像もつかずにいたのだ。何と言ったか。とラフルズは声を張り上げた。言わなかったことの方は少ないくらいさ。成り上がりを誇り、富をひけらかし、金目当てに自分を持ち上げたくせに、あまりに大金を持っているものだからやっかみと嫉妬でに限ったと社交界をこき下ろした。名前まで挙げてみせたよ。それは見事なほど遠慮なくね。そして、この古き祖国が誇るどんな男にも引けは取らないと豪語した旧ボヘミアンの面々には失礼ながらね。それを証明しようと、シャツの胸の真ん中の大粒のダイヤモンドを指さして、その小指にはまた寸分たがわぬのをはめてみせた。これに並ぶ一対を見せられる声太った対抗連中はどこにいるとね。実のところ、それは見事極まる石でね。ような紫がかった輝きを帯びていて相当の根が張るに違いない。だが、ローゼンタールと来たら、2つで5万ポンド積まれても手放さんとやはり、2万5千ポンドシャツの胸にもう2万5千ポンドを小指につけて出歩く男が他にいるなら出てこいと凄んでみせた。そんな男はいやしない。いたところで、それを身につける度胸はあるまい。だが俺にはある。その理由を聞かせてやろうとね。そして、あっという間もなく、バカでかい拳銃をむき出したんだ。まさか、食卓でかい？食卓でさ、演説の真っ最中にだ。だが、それくらいは彼のやろうとしたことに比べればどうということもない。なんとあの男、なぜ自分が全身のダイヤモンドを身につけて出歩くのを恐れないか見捨てやろうと、向かいの壁に弾丸で自分の名前を書かせろと言い出したんだ。剣闘家のパーディスという乱暴者は、彼の金で雇われた用心棒だが、それをやめさせるのに、雇い主を逆に脅しつける羽目になった。その瞬間ばかりは、ちょっとした騒ぎだったよ。一人はテーブルの下で祈りを唱えるし、球児たちは一人残らず逃げ出すしね。なんて珍妙な光景だ。珍妙極まるね。だが正直、いっそとことんやらせてぶっ放させてやればよかったとも思うよ。
あの男、自分が紫のダイヤモンドをどう守れるか見せてやろうと、それはもう刃物のように張り詰めて意気込んでいた。そしてね、バニー僕の方も、それを見たくて刃物のように張り詰めて意気込んでいたのさ。そう言ってラフルズは、ずるそうな、ゆったりとした笑みを浮かべながら身を乗り出してきた。その笑みで、彼の訪問に秘められた意味が、ついに僕にはあまりにもはっきりと知れたのだった。では、君自身が、あの男のダイヤモンドを狙おうというのかい？彼は肩をすくめた。ひどく見えすいているのは認めるさ。だが、そうとも、僕はあれに心を奪われてしまったんだ。正直に言えば、しばらく前から気にかかっていてね。あの男のことも、剣闘家のことも、ダイヤモンドのことも、あれほど耳にすれば一度狙ってみるのが医師の務めだとでも感じずにはいられない。ましてや拳銃を振り回し、いわば世界中に挑戦状を叩きつけるとなれば、もはやことは避けようがない。嫌でも引き受けさせられるのさ。あの挑戦を耳にしたのは僕の宿命だったんだ、兄。そして僕としては、それを受けて立たずにはいられない。あの場で立ち上がってそう言ってやれなかったのが、ただただ残念だよ。そうだな。と僕は言った。今の僕たちの暮らし向きからして、その必要があるとは思えないがね。だが、もちろん、僕は君の味方だ。僕の口ぶりはいくらか気乗りしなかったかもしれない。そう聞こえないよう、できるだけ努めはしたのだが。とはいえ、モンドストリートの一件からまだ一月と経っていなかった。当分の間は、おとなしくしていられるだけの蓄えはあったのだ。ここまでは随分うまくやってきていた。彼の勧めで、僕はあれこれ書き物に手を染め、ラフルズに焚きつけられて、自分たちの宝石強盗を題材にした記事まで書いたほどだ。そして当座のところ、僕はこの手の冒険にすっかり満足していた。引き際を心得るべきだし、切羽詰まる前にあえて新たな危険を冒す意味などないと思っていた。その一方で、一月前に立てた誓いを破ろうとする素振りは、これっぽっちも見せたくなかった。だがラフルズが食いついたのは、僕のあからさまな気の進まなさではなかった。必要だって。ねえ、バニー。物書きは、狼や戸口に迫った時にしか書かんのかね。画家はパンのためにだけを書くのか。君と僕は、ボーのトムやホワイトチャペルのディックみたいに、切羽詰まった犯罪に追い立てられればならんのか。それでは僕が辛いよね、君。笑うことはないだろう。現に笑っているじゃないか。芸術のための芸術なんてのは虫のつかない決まり文句だが、白状すれば僕の心には響くんだ。今度の場合、僕の動機は全く純粋でね。何しろ、あんな風変わりな石は裁くこともできやしないだろうから。だが、もし狙わなかったら、今夜のあれを見た後で狙わなかったら、僕は二度と顔を荒れて歩けやしないよ。彼の目はキラリと光った。だが、それはギラリとも光っていた。ずいぶん骨の折れる仕事になりそうだな。とだけ、僕は言った。骨が折れなきゃ僕が乗り気になると思うかい。とラフルズは声を張り上げた。ねえ、君、できることならセントポール大聖堂だって盗んでみせるさ。だがね、店番が見ていない隙にレジから小銭をかすめるくらいなら、マーさんのかごからリームをくすねる方がまだマシだ。先月のあのちょっとした仕事でさえ、さもしいものだった。もっともあれは必要に迫られてのことだったし、あの手口がいくらか帳消しにしてくれたとは思うがね。だが、相手が手ぐすね引いて待ち構えているとこをしているところへ乗り込むとなれば、いくらか名誉もあるし、何よりずっと面白い。例えば、イングランド銀行、あれは理想の獲物さ。だが、あれには僕らみたいな手だれがハンダース、それも何年もかけて取り組まれなら。そこへ行くと、当面のところ、ルーベン・ローゼンタールは君と僕にはちょうどいい大物だ。彼が武装しているのは分かっている。ビリー・パービスがどれほど腕が立つかも分かっている。生優しい相手じゃない。それは認めるよ。だが、それがどうしたというんだ。ねえ、バニー、それがどうした。男たる者手の届く以上のものに手を伸ばさねえ。一体天国は何のためにあるんだ。僕としては、今しばらく手の届く範囲を超えたくないがね。と僕は笑いながら答えた。彼の気概には抗いがたいものがあり、ためらいはあれど、その計画は次第に僕の心を捉えつつあったのだ。そこは僕に任せたまえ。と彼は応じた。最後まで面倒を見るよ。何、いざとなれば難所の大抵は表面だけのことだとわかるはずさ。あの二人はどちらも浴びるように飲む。それでことは随分楽になるだろう。だが、まあ見てよ。じっくり腰を据えてかかることだ。
おそらくやり方は何通りも出てくるだろうから、その中から選ばねばならん。いずれにせよ、少なくとも1週間は屋敷を見張ることになるし、もっと手間取ることになるかもしれん。だが1週間くれればもっと詳しいことを話せる。つまり、君が本当にやる気ならだ。もちろんやる気さ、と僕は信頼そうに答えた。だが、なぜ君に1週間くれてやらなきゃならない？なぜ2人で一緒に屋敷を見張らないんだ？2つの目は4つの目に劣らず役に立つ上に場所を取らないからさ。4どころない場合を除いて、決して2人連れで狩りをしてはいかん。だが、むくれた顔をするな、バニー。時が来れば、君にもやってもらうことは山ほどある。それは受け合えよ。君にもちゃんと楽しみの分け前は回るし、運が良ければ、紫のダイヤモンドだって一つ丸ごと君のものさ。とはいえ、全体としてこの会話は、僕を生ぬるい気分にすらさせなかった。ラフルズが帰った後に襲ってきたあの憂鬱を、今も覚えている。僕は自分が首を突っ込んでしまったこの企てがいかに愚かしいか、全く無用で言われもない馬鹿げた話かを思い知った。ラフルズが得意げにこね回す逆説の数々、そして半ば本気でもあるあの軽薄な詭弁、それらは彼の人柄そのものによって口にされたその瞬間にはすっかりもっともらしく聞こえた。だが冷静になって思い返してみると、まるで心に響かなかった。自由も命もかけてのけるあの純粋ないたずらの精神には感嘆もしたが、落ち着いて考えてみればとても伝染するような精神とは思えなかった。それでいて身を引こうという考えは一瞬たりとも頭に浮かばなかった。それどころか僕はラフルズの命じた大気のじれったさに苛立っていた。そして僕をギリギリまで蚊帳の外に置こうとする彼のあの尺に触る決め込みが、おそらく僕の密かな不満の少なからぬ部分を成していたのだろう。しかもそれがいかにもこの男らしい振る舞いであり、僕に対する彼の態度そのものだというのがなおさら気に入らなかった。この一月というもの、僕たちはおそらくロンドン中で一番息の合った泥棒仲間だった。それでいて二人の親密さは妙に不完全なままだった。あの魅力的な率直さの裏にラフルズには気まぐれに口を閉ざす一面があって、それははっきり感じ取れるだけにひどく勘に触った。彼は筋金入りの犯罪者らしい本能的な秘密主義を備えていた。ありふれた事柄まで謎めかせてしまう。例えばボンドーストリートの宝石をどこでどうさばいたのか、僕はついぞ知らされなかった。その売却益のおかげで僕たちは二人とも街でぶらつく他の大勢の若者と変わらぬ表向きの暮らしを続けていられたというのに、彼はそのことについても他の細々したことについても終始秘密主義を通した。そういう事柄ならもう何もかも知る権利を得たはずだと僕には思えたのだが、それでも僕は思い出さずにはいられなかった。彼が僕を信用できるかどうかまだ決めかねていながら、一計を案じて僕を最初の重罪に引きずり込んだこと、それを今さら根に持つ余裕はもう僕にはなかった。だが今この時の彼の信頼の欠如はやはり腹立たしかった。口には出さなかったが、それは日ごとに胸にわだかまり、ローゼンタールの晩餐会に続くあの1週間ほど募ったことはなかった。クラブであってもラフルズは何も話してくれない。部屋を訪ねても留守を装っていた。ある日彼はうまく進んではいるがはかどりは遅いと言った。思っていたより厄介な勝負だと。だが僕が問いただそうとすると、それ以上は何も言おうとしなかった。その場で苛立ちのあまり僕は腹を決めた。彼が見張りの成果を何も話してくれないのなら、僕は僕で勝手に見張ってやろうと。そしてその晩のうちに大富豪の屋敷の正門までたどり着いたのだった。彼の借りていた屋敷は確かセント・ジョンズウッド界隈で最大の建物だった。2本の広い大通りが作る角地に立っているが、たまたまそのどちらもバス路線ではなく、半径4マイルのうちにこれほど静かな一角があるとは思えないほどだった。芝生と低木の庭に囲まれたその大きな四角い屋敷もひっそりと静まり返っていた。明かりは乏しく、大富豪とその仲間たちは明らかにどこかよそで夜を過ごしているようだ。庭の塀はほんの数フィートの高さしかない。一方の塀にはガラス張りの通路に通じる脇戸があり、もう一方の塀には
5本横木の塗装に寿司揚げの門が2つ、小さな半円型の馬車道の両端にそれぞれ構えられ、いずれも大きく開け放たれていた。あまりに静かなものだから、いっそ大胆に踏み込んで屋敷の様子を探ってやろうという気にすらなった。実際、まさにそうしようとした時、背後の歩道に素早く足を引きずるような足音が聞こえた。振り返ると、薄汚れた拳を握りしめ、暗い顔をしかめたヨレヨレの不老者と向き合った。この間から、とその男が言った。とんだ間抜けめ。ラフルズそうとも。と彼は獰猛そうに囁いた。近所中に触れて回るがいい。声を限りに僕を撃ってくれ。そう言うなり、彼は僕に背を向け、肩をすくめてブツブツ独りごちながら、よろよろと道を歩み去っていった。まるで僕が施しを断った相手だとでも言うように。しばらくの間、僕は呆然と腹立たしく途方に暮れて立ち尽くしていた。それから後を追った。足は引きずられ、膝はガクガクと折れ、背はかがみ、手はしきりにコクリコクリと垂れる。それは80の老人の歩きぶりだった。やがて彼は2本の街灯の中ほどで僕を待っていた。追いつくと、彼は短いパイプに詰めた刺激の強いタバコにひどい匂いのマッチで火をつけているところで、その炎がかすかな笑みの兆しを照らし出した。カットだったのは許してくれ、バニー。だが実際あれは君らしくもなく愚かだったよ。いいかい、この僕はありとあらゆる手を試しているところなんだ。ある夜は戸口で物乞いをし、10夜はウィキの影に隠れ、屋敷に立って見つめる以外、ありとあらゆることをやってきた。それをまさに君はのこのこやってきてやらかしたわけだ。これは仮想の一幕だぞ。なのに君と来たら普段着のまま飛び込んでくる。言っておくが、連中は昼も夜も僕たちを見張っているんだ。これまで手がけた中で一番の難物さ。だったら、と僕は言った。先にそう言ってくれていれば、僕も気やしなかったよ。君は何も話してくれなかったじゃないか。彼は、ひしゃげた山高帽の折れた唾の下から、僕をじっと見据えた。君の言う通りだ。とようやく彼は言った。僕はあまりに口を閉ざしすぎた。何か仕掛けている時には、それが第二の転生になってしまうんでね。だが、これでおしまいだ、バニー。少なくとも君に関する限りはな。僕はこれから家に帰る。君には後をついてきてほしいんだ。だが頼むから距離を保てて。そして僕の方から声をかけるまでは二度と話しかけるな。ほら、先に行かせてくれ。そう言うと、彼はまた歩き出した。よぼよぼの放浪者そのもので、両手をポケットに突っ込み、肘を張り、ほつれた上着の裾を左へ右へとボロボロに揺らしながら、僕はフィンチリーロードまで彼を追った。そこで彼はアトラス乗り合い馬車に乗り込んだ。僕は2階の何列か後ろの席に腰を下ろしたが、彼のひどいタバコの害から逃れられるほど離れてはいなかった。たった1銘柄のタバコしか吸わぬはずのこの男が、紛争をここまで徹底させるとは、それは悪なき芸術家の最後のささやかな一筆だった。そしてそれが、僕の中にまだ残っていた悔しさを、すっかり魔法のように消し去ってしまった。性格のまた一つ新たな、思いもよらぬ一面で、いつもこちらの目をくらませてくれる、そんな相棒に、僕は改めて魅了されたのだった。ピカデリーが近づくと、彼はどうするつもりだろうと考えた。まさか、あんななりでオールバニへ入っていきはしまい。案の定、彼は別の乗り合い馬車に乗り換えてスローンストリートへ向かい、僕はやはりその後ろに座った。スローンストリートでまた乗り換え、ほどなく二人は、キングズロードの細長い大動脈にいた。今や僕は、行き先を知りたくてうずうずしていた。そして、それ以上長く気をもまされることもなかった。ラフルズが降りた。僕も降りた。彼は道を渡り、暗い曲がり角の奥へと消えた。僕が急いで後を追うと、ちょうど彼の上着の裾が、右手のもっと暗い敷石伝いの路地へと飛び込んでいくのが見えた。彼は再び背筋を伸ばし、若者のように足取りも軽く歩いていた。それにどこか巧妙なやり方で、もはやさほどみすぼらしくも見えなくなっていた。だが彼を見ている者は僕一人きりで、路地は全く人影もなく、絶望的なほど暗かった。突き当たりで、彼は玄関鍵で扉を開けた。中は一層暗かった。
僕は思わず後ずさり、彼がクスクス笑うのを聞いた。もはや互いの姿は見えなかった。大丈夫だ、バニー。今度はからくりはないよ。ここはアトリエでね、僕はれっきとした借り手の一人なんだ。なるほど。ものの1分もすると、2人は天窓もある天井の高い部屋にいた。画家、衣装と棚、台座、その他必要な道具は一通り揃っていたが、実際に仕事をしている気配だけはなかった。ラフルズがガス灯を灯すと、まず僕の目に映ったのは、彼の普段の衣服の隣の掛け国にかかったシルクハットに、その光が映り込むようだった。芸術作品を探しているのかい？と、ラフルズはタバコに火をつけ、ボロを脱ぎ捨てて始めながら続けた。あいにく一つも見つかるまいよ。だが、いつかは描き始めるつもりのカンバスならそこにある。理想のモデルを血眼で探しているところでね、と僕は言ってあるんだ。宙に2度は決まって暖炉に火を入れ、ちょっと顔を出して、新聞を一部とサリバンの匂いを残していくのさ。刻みタバコの後には、なんとも結構な香りだろう。その合間に家賃を払い、何から何まで申し分のない借り手というわけだ。それに、これがなかなか重宝な隠れ家でね、いざという時、どれほど役に立つか知れたものじゃない。今もこうして、山高帽の男が入って、シルクハットの紳士が出ていくわけだが、どちらにも誰一人気に留めやしない。この時刻なら、大抵建物には僕たち二人の他に一っ子一人いないものさ。変装に凝っているなんて、一度も話してくれなかったじゃないか。と僕は、彼が顔と手の赤を洗い落とすのを見ながら言った。あ、バニー、僕は君に何から何まで不実な扱いをしてきたよ。本当のところ、一月前にこの場所を見せてやらなかった理由なんてなかった。だが見せて何になるわけでもなかったし、それに僕の居所を本当に知らずにいてもらった方が二人にとって都合いい場合だって、まあ考えられなくはないからね。見ての通り、いざという時に眠れる場所もある。それにもちろんキングズロードでの僕の名はラフルズじゃない。だから、もっと遠くへ逃げて、もっとひどい目に遭うこともあるというわけさ。それで、ここを着替え部屋に使っているわけか？僕専用のパビリオンさ。とラフルズは言った。演奏会。場合によっちゃそれで勝負の半分は決まるんだ。それに、いざとなったら必ずしも本名で有罪にされずに済むと思えるのは、いつだって心強いものさ。それから、コバイヤを相手にするには欠かせない。僕は取引のたびに、シュアディッチの言葉遣いと身なりで通すんだ。さもなければ、ゆすりのとんでもない厄介事を抱え込むことになる。さあ、この戸棚にはありとあらゆる衣装が詰まっている。部屋を掃除する女には、モデルが見つかったと起用だと言ってあるんだ。ところで、君に合うものがあるといいんだが、明日の晩のために一揃い必要になるからね。明日の晩と僕は声を上げた。一体何をするつもりなんだ？あの仕事さ。とラフルズは言った。部屋に戻り次第手紙を書いて、明日の午後にでも来てくれと頼むつもりだったんだ。それから作戦を打ち明けて、その場ですぐ君を実地に引き入れる算段だった。気の弱い打者は、まず先に打席に立たせるに限る。パッドをつけたまま座って待たせておくと、それで調子を崩すものでね。僕があれほど忌々しいほど口を閉ざしていたのも、それがもう一つの理由なんだ。許してくれよ。君が前回前もって弱気になる一間もないまま、どれほど見事に持ちこたえてくれたか、それを思い出さずにはいられなくてね。僕が望むのはただ、明日の晩も、あの時と同じくらい冷静で抜け目なくいてくれることだけさ。もっとも、いやはや、二つの仕事は比べ物にならんがね、